斬新です。持論です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。この番組は僕が日々思っているあんなことやこんなことから、見た映画、テレビ、漫画、本などねの感想からぶつくさやっております。ぜひね、興味のあるものがあってもなくてもチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、今日は何をおしゃべりしようかなと悩んでおったんですが、これにしました。皆さんこの言葉をご存知ですかね。不栄養化というね、これは海や、湖とかね、湖畔、湖なんかで放っておくと栄養が過多になるね。つまりなんて言ったらいいんですかね、こう養分、栄養素の養分が増えすぎちゃって逆に生物が生きづらくなるみたいな状態。赤潮とかね、湖なんかで行くとすごい緑色のなんていうんですかね、深緑のね、濃い深緑になって藻が浮いちゃってみたいな、中の水中の酸素濃度が低下するとかね、そういろいろあるんですけども、そういった不栄養化とこのね現代、この情報がもはや情報が不栄養化しているんではないかと思うんですね。だから情報が溢れすぎちゃっているから、もういいとなっちゃっていうのを思ったんですね。いつも見ているスチャダラパーさんの YouTube で、そんな話というかね、ゲームの話をしてて、無になれるゲームがいいと。昔だったらこう考えてどう攻略するのか、どう攻めるのかみたいなことを、攻略雑誌とかね出てたぐらい、今だったら雑誌というよりもウェブでね、ホームページで YouTube であったりするんですが、そういった攻略メインのゲームが多かったのに、今は無になれる方がなんかいろいろね、情報疲れしちゃって、こう一心不乱にというかね、本当にあれですよ、プチプチを潰す感覚でね、無心になってやるみたいな方がいいみたいなことをお話しされてて、確かになっていうのはあって、ゲームしてる時僕どういうこのスプラトゥーンとかね、どういう心境で俺はやってるんだと思った時に、確かにそれはあるなね。あとコレクション的なことで、スプラトゥーンで言ったギアのね、組み合わせを考えたりっていうのはあるんですが、そういうところ無になりたいという気持ちもあるなって思った時に、この今ね、現代社会、問題は社会ね、深刻な問題人類は抱えたままさとタイマーズのねゼリーさんが歌っておりましたが、情報が多すぎる、ね、情報過多、つまり情報の不栄養化、情報が溢れすぎちゃってる、ね、で不栄養化ってそもそもじゃあどういった意味なんだろうと、ウィキペディアを調べたところ書いてましたが、やっぱりね、不栄養化、栄養過多になっちゃうと、湖や川や沼地やそういったところが、でそれが起こるとどうなるかというと、生態系における生物の構成を変化させ、ね、だからそこで生きづらくなっちゃう人が出てくると。一般的には生物多様性を減少させる反面、基礎生産の向上により生物生産性が増加する方向に作用すると書いてあるわけですね。これどういうことかというと、一般社会に置き換えてみると、情報が溢れすぎちゃって、あれもこれもといろんな情報が飛び交う、ね、ニュースサイトやれテレビやニュースサイトや YouTube や SNS だ、ね、そういったところでいろんな情報が飛び交ってしまうね。
情報の不栄養化ですよ。そうなるとどうなるか、生物多様性を減少させる反面、つまり多様性を望むというか、多様性ね、人はね、いろいろあっていいんじゃない、なんかそんな言葉ありましたよね。いろいろいていいじゃないかっていうのを減少させる反面、まさに今そうじゃないですか。オリンピックの問題でね、森元首相元、会長がね叩かれておりますけども、ああいった多様性を認めない発言というかね、差別的な発言といいますか、そういった多様性を減少させる反面、基礎生産の向上により生物生産性が増加する。これ、人間社会に置き換えて考えるとどういうことかというと、生産性がいいと、効率のいい、言ったらなんですかね、ロボットのような人間ばかりが増えてしまうというのかね、分かりやすい言葉で、そうだとね、煽られてね、右向け右で右を向いちゃうようなそういう人が増加する方向に作用するって、まさに本当に情報の不栄養化がになっているんではないかと思うんですね。で、これどうしたら解消できるのか。情報の整理とかっていうのはね、もうここまで来るとね、もうどうにもなんないですよね。やれあっちでこんなニュースがある、こっちでこういった報道もあるとかね、やはり YouTube ではこんなことが流行ってるとはいえ、登録者数何十万人、100万人いってるようなYouTuber でも、実際僕はその YouTube を見たことがなかったりとかね、この人こんなにね、登録者数いるのだ、再生数あんのになぜ僕のところには届いてこなかったんだろうかみたいな情報がありすぎちゃって、っていうことがありますよねっていうのは思いますね。だからそれを解消するのは本当これどうしたね、実際問題、湖とかでは地元というかね、生まれ育った愛知県の三河湖でやってたのはエアを送ってましたね。ポンプで空気をブクブクさせて、本当に水槽の容量ですよ。酸素が回らないんで、微生物が増えちゃって酸素で使っちゃって水中酸素濃度が下がってしまうんで、ブクブク泡を立てているのをやってました。今でもやってるんじゃないかな。本当に濃いね、緑の濃い湖になっちゃう、ね、そういったのが今現代社会でも起こっておる。つまり風通しを良くすれば社会ね、人間社会も同じように風通しを良くする必要があるんだろうなとは思いますね。だからどうしたらね、もっと風通しが良くなるのか。だから壁をね取り払うのも一つだし、そういった送風機や扇風機の設置はいりますよね。機械的に、風通しを良くするという意味でも。ってことはどうすればいいんですか。その情報の壁を取っ払うのと風通しを良くするの、だから右の意見を左に流して左の意見を右に流してね、右から来たものをね左で受け流すように、だからムーディー勝山がもっと活躍する必要があると、結論的にはねそういうことになりますよね。だからやっぱりもう一回ムーディー勝山をゴールデン番組にガンガン出して YouTube をねガンガンやってもらってムーディー勝山 YouTube やってんのかな、ちょっと調べましょうか。もう時間がねあれですから、最後にムーディー勝山ムーディー勝山やってるのかな。やってないか。出てくるのはね、あるぞ。これはなんだ。新曲。
うーん、土曜の狼チャンネル。これは違法アップロード系かな。ないね。吉本のあれでしかないわ。出てこない。やればいいのにね。だからやっぱりね、この現代社会、風通しを良くするためにはやっぱりムーディ勝山に大活躍してもらわなくちゃ困るという結論になりましたね。何の話をしてんだかね。はい、社会派でしょ。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。